はい、どうもこんにちは。本日はですね、新たなプロジェクトでもあるマッシモ R プロジェクトのこちらの車両が手に入りました。こちらね、本日ご紹介していきたいと思うんですけれども、視聴者さんはぜひこの動画をね、見るにあたってワゴン R なのか、AZ ワゴンなのか、MH21S なのか、MH22S なのか、MJ21S なのか、MJ22S なのか、いろんな箇所の方を紹介していきますので、型式や難型だけではなく、グレードなどもね、当ててっていただければと思います。答えはね、コメントの方にいろいろご記入いただければと思います。それでは参りましょう。レッツゴー。マーブラックノリオ TV 驚きを届けるちゃんたちの情熱どこまでもビッション。さあ、ということで、これからこちらの車両紹介していきたいと思うんですけれども、まずはですね、外装から見ていきたいと思います。それではまずは外装です。フロントビューに関しましては、こちらね、今回はマーブラは何型とか前期とか後期とかそういうのは言わないようにして動画を進めていきたいと思いますので、視聴者さんはね、ぜひグレードとか型式を当ててってみてください。まずフロントバンパーに関しましては、こちらはスズキスポーツのバンパーがついておりますね。これはもう購入時からすでについていた車両となっております。そしてヘッドライトはね、プロジェクターのヘッドライトに交換されておりまして、ボディの色はですね、こちらブルーイッシュブラックパールとなっております。そしてドアミラーウインカーはついていない状態でアンテナがついております。この時点で分かったらなかなか素晴らしいと思います。そしてホイールはですね、これもおそらく純正だとは思うんですけれども、サイズの方はですね、1556513ととても可愛らしい13インチがついております。そしてタイヤハウス内はですね、残念ながらこの奥の方にですね、ホイールで吸ったような跡がありますので、おそらく以前はね、太いホイールを履かせてたんじゃないかなと思います。後ろの方は大丈夫なようなんですが、前の方はついていると。このような感じになっています。そして今はですね、フロントは純正サスペンションがついております。おそらく前のオーナーさんが手放すときに全て純正に戻したんじゃないかと思われます。そしてサイド面はね、このような感じになってまして、バイザーはショートタイプのやつがついておりますね。これはゆくゆくロングタイプに交換したいと思います。後ろもですね、ほら、ご覧ください。ノーマルには戻されてるんですけども、こちらね、やはりホイールを吸った跡があります。これはマーブラは18インチね、明かしてるんで、リムがよくボディに干渉してたりとかしてましたので、これでね、マーブラはホイールが干渉してたっていうのがよくわかります。ホイールもしくはタイヤですね。なので、おそらく前はかなりベタベタに下げるなり、タイヤをハの字にするなりね、されてたんじゃないかなと思います。さあ、そしてリアビューはですね、このような感じになってます。テールはね、このタイプとなっておりまして、リアスポイラーは当然このような感じになってます。こちらもマーブラはこれからね、マッシモ R のプロジェクトとしてこの車両を作り上げていかなければいけないんですけれども、こちらも全て交換するような形になっていくでしょう。ざっといった感じ、ボディはこのような感じになってます。それでは続いて車内の方を見てみましょう。車内に関しましては、このね、シート生地が使われておりまして、内装はこんな感じです。パネルを見る限りですね、正直ここがメッキじゃないとかもあるので、かなり購入者の方はシンプルなグレードを選んだんじゃないでしょうか。ここのね、マーブラ初めて見ました。ここのアームレストのところと側面部の色が全く同じ色っていうのはですね、マーブラ今まで見たことありません。そして同様にエアコンのルーバーのところのね、このリングの部分もパネル同色になってるのを初めて見ました。だいたいシルバーになってるか、メッキのね、リングになってるんですけれども、これはそのままですね。びっくりしました。そして、グレードをね、見分ける一つの判断としまして、メーターはこちらのようになっております。さあ、このメーターでね、前期か後期かが見分けられると思います。そしてルーフの方はですね、最終的にはマーブラ、ブラックアウトしてしまうんですけども、比較的古い割にはマシな方かなと思います。今現状ね、これから取り付ける部品などがちょろっと載ってるんですけども、シートを畳むと荷室が広いんですよ。それでね、同様にこのパネルも
比較的綺麗でですね、おそらくまあいじられてたんで、いろいろ外されたりとかあったと思うんですけれども、まあまあ、見た感じでは悪くはないのかなと思いますので、なんとかこれからやっていきたいと思います。このハザードスイッチもね、グレーのまんまってなかなか見ないと思います。マーブラ初めて見ました。そしてエアコンはこちらのマニュアルエアコンになっておりまして、ドリンクホルダーもまあ汚いけど折れたり割れたりはないようですね。そしてですね、この車両、走行距離4万キロ台です。驚きの走行距離です。ハンドルの方にはエンブレムがついているので、モザイクをかけさせてもらいますが、ハンドルはですね、非常にボロボロです。これは日に当たってなのか、使い込んでなのかわからないんですけれども、非常にですね、メーターで見る走行距離と見比べると、かなり差異が感じられるハンドルになっております。このハンドルなんかもボロボロでもまあマーブラ今後ね、ステアリングホイールは交換していきますので、特に問題はないんですけれども、できればこっちのハンドルの通りじゃなくて、実走行の方の走行距離であってもらいたいなと思います。さあ、それではエンジンルームを見てみましょう。こちらがエンジンルームとなっております。やはり年式相応なので、エンジンルームは綺麗とは言えません。ただまあ綺麗に洗えばね、これぐらいのレベルだったら全然問題ないと思いますので、そして皆さんがですね、グレードを知るとして欲しい情報は、このエリアとこのエリアが気になるんではないでしょうか。わかる人だったらね、わかると思うんですけれども、そうです。このワゴン R か AZ ワゴンはあのグレードとなります。コンディションに関しましては、ちょこちょこっとパイピングのところとかね、オイルが滲んではいるんですけども、タペットから漏れてるとかというよりも、レベルゲージのところとか、PCB バルブのところとか、そこら辺から滲んでるような感じです。いずれにしても、一度ね、タペットカバー外して、ガスケットも交換しておこうと思います。走行距離が4万キロといえども、年数がかなり経っておりますので、いつオイルがね、滲んできてもおかしくないと思いますんで、事前にそこら辺は予防策としてね、交換しておこうと思います。そしてですね、ちょっと音声機材のトラブルで日が変わってしまったので、取り外されてしまっているんですが、こちらが新しい車両での取り付いていた中間パイプでございます。皆様が気になるのはこの先だと思います。はい。ここでございます。これが中間パイプの出口の部分となっておりまして、リアピースのマフラーの取り付け口はこのような状態になってますので、もう皆さんお気づきですよね。答えはせーの、あちらの車両のあちらのグレードとなります。はい、ということでですね、こちらの車両の紹介を終えました。これだけいろんな部分を確認できれば、どこのメーカーで、どの車両で 21S なのか 22S なのか、1型から6型までのどれかなのか、そこら辺がね、だいぶ判断できたんじゃないかなと思います。ぜひ皆さん、合ってなくても結構です。コメントの方お寄せください。見る人が見たらね、こんな古臭い車なんてって思う人もいるかもしれませんが、マーブラはね、この車両が非常に大好きでございますので、念願の中古車ですけども、マーブラにとっては念願の新しい車でございますので、非常に楽しみにしておりました。それでこちらの車両がこれから新たなプロジェクトとなるマッシモ R のね、デモカーとなっていきますので、これからどんどん様々なパーツに切り替えていって、今年はとにかく走るワゴン R ということで、そちらにね、特化していきたいと思います。出力に関しては極端に上げるつもりはないんですけれども、何よりも足回りとか、それと同様にやはり YouTube に出すぐらいの車なので、それなりのドレスアップっていうのもしていこうと思いますので、今後ね、ワゴン R お乗りの方や、これから購入を考えている方などは、ぜひね、今後の動画も楽しみにしていただければと思いますので、よろしくお願いします。ぜひ、この車が何なのか当ててみてください。ということで、最後までご視聴いただき誠にありがとうございます。この動画が良かったなと思いましたら、グッドボタン。そして、今回はこの車種何々じゃないかなと思いましたら、コメントをぜひぜひよろしくお願いします。コメントがね、重複しても全然構いませんので、じゃんじゃんコメント書いていただければと思います。そして他の動画が気になるという方はチャンネル登録をしていただいて、ぜひぜひ他の動画の方もご視聴いただければと思います。ということでまたお会いしましょう。さよなら。